ウォーレン・バフェットが2013年作成した妻への遺言に、遺産の 90% を S&P500 に投資して 10% は国債に投資するようにと伝えたのは有名な話です。今日はその S&P500 とその投資方法について簡単に見てみましょう。バフェットは遺言以外でもいろんなインタビューで手数料が安いインデックスファンドをおすすめするのをしょっちゅう見れました。I think it's the same thing that makes most sense practically all of the time, and that is to consistently buy an S&P 500 low-cost index fund. Keep buying it through thick and thin, and especially through thin, because the temptation gets. 特に手数料が高いヘッジファンドのほとんどが S&P500 に勝てないのに、ファンドマネージャーたちが数億円のボーナスをもらっていることがおかしいと言い続けました。バフェットは実際ヘッジファンドを運用するプロテージェパートナーズと掛けをしたことがあります。バフェットは S&P500 のインデックスファンドにかけて、プロテージェは自分たちが選んだ5つのヘッジファンドに各32万ドルをかけました。2008年から10年間の結果で、勝った人は全てを寄付するという契約でした。結果は S&P500 が年平均 7.1% を達成したものに対して、ヘッジファンドは手数料を抜いて年平均 2.2% しか上がってなかったので、バフェットの勝利で終わりました。もう一つ面白いのは、最初に出した掛け金64万ドルは10年後に100万ドルになれるようにアメリカの国債に入れておいたんですけど、途中からバクシャー・ハサウェイの株に変更して10年後には222万ドルになり、利益率 350% を達成しました。これでバクシャー・ハサウェイは S&P500 より高い利益を出せることを証明できました。実際8割以上のヘッジファンドが S&P500 より利益率が悪いことがバフェットの家計によって広く知られることになりました。S&P500 はアメリカの格付け会社であるスタンダード&プアスが上位500のアメリカ企業を集めて作った株価指数です。上位500の企業がアメリカ株式市場の8割を占めているので、ほぼアメリカ全体と見てもおかしくないです。S&P500 がいつも良かったわけではなく、2000年の IT バブルの時とか、2008年の金融危機、あと2020年のコロナの時は結構下がっています。ただ他の国に比べると回復が早くて、長く見ると右肩上がりは間違いないです。S&P500 に投資する方法は ETF を利用するのが一般的です。ETF は既存のファンドをもっと安くて早く取引できるように株式取引所に上場したもので、基本的に株と同じように取引できます。特にインデックスファンドは決まった指数をベースで作るので、ファンドマネージャーの運用も簡単で手数料が安いです。投資信託が年間 1-2% の手数料をもらっているのに対して ETF は 0.1% もしないのが多いです。S&P500 の代表的な ETF は SPY、VOO、IVV の3つがあります。運用会社が違うだけで中身はほぼ同じです。SPY が25年の長い歴史を持っていて、運用資産も一番大きいですが、手数料は他に比べるとちょっと高いです。高いって言っても 0.09% しかないですが、長期投資でその手数料も積もると大きいので、長期投資をするなら VOO とか IVV をおすすめします。ただ過去データを見ると3つともほぼ同じで、グラフでも差がわからないぐらいです。今は為替レートがうんこなので、アメリカ株とか ETF は買う気にならないと思いますが、長い期間で定期的に投資するなら早く始めた方がいいらしいので、社会人になったばっかりの人とか若い人は20年30年後を見て始めるのも悪くないと思います。アメリカの将来は何とも言えないですが、世界一の経済大国の位置はなかなか変わらない気がします。皆さんはどういう投資をしているかコメントで教えてください。今日はここまで。バイ。